こんちは。視聴者450人に聞いた MH4G の魅力やっていきます。我々が普段動画で扱っている MH4G ですが、発売からそろそろ12年が経ちます。この作品、一番賛否両論あったモンハンだと思うのよ。発売当時は特にね。でも、未だにたくさんの人に愛されている作品で、我々の動画もありがたいことにたくさん見てもらってる。よく考えたらすごいことですよね。現代の作品より画質など劣る点が多いはずですが。そこで4月の頭に当チャンネルにおいて、視聴者アンケートを実施してきました。早い話、みんななんで 4G 好きなのってのを聞いた。ちなみにチャンネル登録の有無は問わずに質問してるよ。収集期間は2日だけだが、450件もの回答があった。改めて回答してくれた人、ありがとう。自由回答にも色々な意見をいただきまして、ただ読んでるだけでも面白かったです。今回はそれをもとにいくつかの項目に分けて、4G の魅力を整理して発表したいと思います。10年以上愛されるその魅力、我々がバッチリ紐解いていくよ。それじゃ始めよう、企画スタート。ではまずはじめに、アンケートの概要だけお伝えしておきますね。質問は全部で5つ用意したけど、うち2つは直前の回答に紐づくものだね。視聴者さんがどのモンハンを遊んでるか、そして 4G をどう思ってるかを聞くのが目的だ。対登録者に制限していないとは言いましたが、チャンネルの投稿からのリンクなので視聴者さんがほとんどでしょう。結果的には94と5はほぼ機能していません。動画でも91から3の内容しか扱ってませんね。そんで91のモンハン作品のプレイ歴だけど、これはさすがに経験者が 99% だったわ。逆に全く触れたことがない方もわずかにいまして、よく答えてくれたなと思いましたね。さらに意外だったのが毎作プレイしてる方の割合、これは 16.7% しかいませんでした。シリーズに触れたタイミングはそれぞれ違うしな。これは自然な結果だろう。逆に最近のは触ってないって回答もそれなりにあった。確かにそれはうちのチャンネルと親和性ありそうだね。言うてワイルズ発売から1年以上経ってますしね。とりあえず MH 経験者がほとんどでいいでしょう。そして肝心の 4G プレイ状況ですが、なんとびっくり、現役勢が 50% を超えていました。もうちょいばらけるかなと思ってたんだがね、半数超えはびっくりしたな。昔やってた人と合わせるとガチ勢が8割超え、根強い人気を感じるよね。当チャンネルきっかけで再開したという意見もちらほらいただいて、投稿者冥利につきますよね。もともと 4G の魅力を深掘る予定でしたが、十分そのためのデータは集まったでしょう。逆にここでも未プレイの人が少しいたね。これも貴重で大切な意見だ。これの後、Q3 で自由記述の回答をもらってる。多かった意見をカテゴリーごとに紹介していこう。我々自身の意見はたびたびまとめてますが、他の皆さんの感想を見るのは純粋に楽しみですね。では前置きが長くなりましたが、本編と行きましょう。まず最初の話題はこれだ。チャージアックスの完成度。シンプルに 4G チャークが一番楽しいという意見です。予想より多くの回答がありました。いや我々も過去話題にしたことはあるんですが、わざわざ回答する方がこんな多いとは意外でしたね。4G 好きはチャーク好きが講じてるケースが多いと、まさかここまで強い魅力になってるとはな。チャーク史において 4G はまさに起点。我々が思うらしさは全部ここで生まれてるね。続強に立て付き、そして超高出力。どれもこの武器を語る上で外せない要素ですね。4G 以降、チャークには様々な要素が追加されますが、正直余計なものも多いですもんね。もちろん斧狩りとか気持ちいい要素もあるんだけどね。ナーフも多いしな。同期のコンに水を開けられてたのもあって、特に当時のプレイヤーには印象深かったろう。かくいう我々も 4G チャークは大好きなんで、これまで何度も動画のネタにしています。実際、チャーク関連の動画って再生数良かったりすんのよ。生々しい話だけどさ。でも頷ける話ではあるんですよね。チャークって反撃とかエフェクトとか派手ですし。うまく使えたプレイ映像を見るのは、もしかして体験より面白いかもしれません。体験も職人のようなためが見れたりするけど、チャークは複雑な分、いろんな選択肢があるからな。気持ちいい、爽快ってコメントが目立ったのも面白い。強いだけじゃなく楽しいのが 4G チャークだね。武器を使う上で一番ポジティブな理由ですよね。我々もチャークティア表では 4G と3ブレイクの2強にしたし、これを踏まえて左上を完成度が高いとしました。単に強いだけじゃないのがポイントですね。チャーカーってどの作品でもチャークをまず持つけど、いつもどこかで 4G 時代を思い出してる節半だよな。最近のチャークも面白いんだけど、作品につなぐだけの魅力があるんだね。もちろん、チャーク以外の理由を挙げてる方もいますが、カテゴリーの一つとして扱うくらい回答が多かったです。
はい次、エンドコンテンツね。やっぱり 4G といえばここは外せないよな。ギルクエと発掘でセットのコメントが多かったです。この2つはまとめて触れますね。これに触れてるコメントだけで150件くらいありました。3分の1の人がこれを挙げてると。まあ、一番わかりやすい要素でもあるからな。それにしても圧倒的な支持だな。ギルクエは高難度、発掘はガチャ要素で、本来は別種類のコンテンツにも思えるが、4G はここががっちり融合してるんですよね。発掘はクエストクリアですぐ鑑定が可能。他作品でも要素自体はあるんですが、4G はガチャまでのスピード感が特徴的です。これについては以前の動画でもコメントをもらってね、印象的だったから保存しておいたんだよな。最近のモンハンも似たようなことやってるけど、確かにクエストとガチャにタイムラグがあることが多いな。我々もここには全く同意するところです。このタイムラグは肝かもしれませんね。ただ、この点はあんまり開発的に評価してなさそう。最後に搭載されたのはマム武器くらいですか。ま、これがモンハンの正解なんて言うつもりもないけどね。ここだけがギルクエじゃないし。もちろん、ギルクエ単体への意見ももらってる。純粋な高難度コンテンツとしての評価だね。ギルクエってそもそもめっちゃ難しいですからね。報酬に目が行きがちですけど。狩猟対象も全モンスではないものの種類が豊富で、そこも飽き防止につながってるでしょう。マムや赤竜、魚撃は一種だけの対応だったしな。いくら両モンスでもさすがに飽きが来やすいよね。さらにギルクエは極限、恐竜か、古竜と、相手のカテゴリーもそれなりに分かれてる。極限はちょっと対抗策が制限されすぎですが、バリエーションは豊かですね。このギルクエ自体が大変歯応えあるものになってて、さらに発掘ガチャの意欲を高めてくれます。コメントにもあるけど、モチベが循環してんだよな。ギルクエと発掘は表裏一体。強い敵を効率よく倒すために強い武器を求める。シンプルで分かりやすい構造だ。ここでもすぐガチャ結果が見られる点が生きてます。発掘武器視点で狩りの対象を決めたりできますしね。強い竜属性が出たから古竜に行ってみる、とかね。本当に終わりがないな。そうそう、お守りについての回答も多かったよ。大半は発掘とギルクエにくっついてたけど。最高級のお守りもやはりギルクエ報酬ですもんね。採掘での収集にも限界があります。お守り掘りとしてはダブルクロスのブラキ炭鉱がありますが、あれとはちょっと毛色が違いすぎますね。すごい乱暴に言うとお守りを掘るだけだからなあれは。ブラキ自体は普通の強さだしね。お守りも発掘ほどでないが、装備モチベにつながる。ギルクエには外せない要素だったろうね。改めて振り返ると色々噛み合ってますね。難度と報酬、そのサイクルが絶妙です。3つ目は旧世代モンハンならではの魅力。これも結構多かったな。4G が旧世代の最後の作品であると、そう感じてる方が多いみたいですね。よく、ダブルクロスが旧世代の集大成と言われますが、確かに 4G と見ることもできます。モンハンクロス以降は作品ごとに特徴的な要素があるよね。狩り技にクラッチに鉄柱試技に。4G も交流石みたいな独自システムは多いが、アクションに直接絡む要素は確かに存在しないね。これを武骨と取るか、退屈と取るかは人次第ですが、この時代ならではの良さも確かに存在します。その上でノリや着地モーションの調整などがあり、ちょうど近代モンハンへの過渡期にあった感じですね。古き良きってワードが多く寄せられたのも納得。派手に動くのだけが正解じゃないしな。ここは開発側も意識してるだろうが難しそうよね。モンハンらしさの根幹は守らないといけないし。ずっとこのままで良かったのかと言われると、なわけないですからね。移動や回復など面倒な要素も多いので、歴史を重ねたからこその意見でしょうね。我々も最近のが楽しめてないわけじゃないからね。コンテンツが熱いうちはちゃんと触れてるし。それでも戻ってきちゃうのが我々にとっては 4G だった。人によってそういう作品が一つはあるはず。グラフィックの面なんかも意見くれた方いましたね。昔の携帯機なんで解像度自体は厳しいですが、限界の中でこそ表現の工夫が光る点もあり、今見ても色あせてないのは確かにすごいです。発掘の見た目でしっかりテンション上がれるもんな。3DS のパワーがすごいって話でもあるが。とにかく、この武骨さやシンプルさ、癖のなさ、そんなところが根強い支持を受けていたぞ。トライ G を同時に上げてる方もちらほらいらっしゃいました。あっちもまた、水中戦という強烈な個性を持ちます。このチャンネルで 4G 以外やるとしたら、まずトライ G でしょうかね。親和性がありそうな感じはします。どこまでちゃんと見せられるかは未知数だけどな。トライ G 末期は4色アンセムばっかやってた気がす。いずれこの路線に回帰したりするんだろうか。今後が少し楽しみだね。あとずっと言ってますが旧作のコレクションも欲しい。一定の需要はあるはずですね。4つ目、これは 4G 独自の魅力って感じじゃないが、ズバリ思い出補正だね。無視できないくらいの数が集まりました。一応 4G ならではの理由もありますしね。
まず多かった意見が、初プレイが4または 4G というもの。なんか感慨深いですね。我々の中ではモンハン誌の中期くらいのイメージだが、発売からだいぶ経ってるしな。中には幼稚園からプレイしてたってコメントも、その時期から 4G できるのは適性ありすぎでしょ。当チャンネルの視聴者層は18から34歳が8割です。この方は最年少レベルだと思います。一方で割と最近思い入れができてるケースもあります。2年前、詐集告知があってから少し盛り上がりましたね。発掘の募集企画もこの時期の出土報告多かったもんな。ここで改めてハマったって人もそれなりにいそう。4G の魅力って遊ぶほどにじみ出てくると思うから、その余熱で今もプレイされてんのかもね。その他、やはり携帯機の特性も生きているようです。持ち寄ってみんなで遊べたという意見が多くあります。モンハン人気の火付け役がそもそも PSP 時代の作品で、その強みってやっぱり大きいんですね。4K は携帯とオンラインを両立した作品だ。当時では画期的な立ち位置だったよね。友達とプレイしてたら自然と輪が広がったりするしね。ここはなかなか最近の作品では見られないかも。現在ではオンラインが終了してしまいましたが、まだローカル通信を利用することは可能です。詐集後に友人と集まってプレイされてる方がちらほら、なんなら終了後に始めたケースもあります。ギリまだ新しいゲーム機ではあるしね。直近はハードが高騰してて再現は難しいけど、それでも新しい 4G の輪ができてるのはびっくり。と同時に羨ましい限りだぜ。発掘の成果を仲間内で共有したりとか、想像するだけで楽しそう。4G はマルチでも歯応えあるクエストが多いので、持ち寄りがいがありそうですよね。ぜひ末永くその交流を維持してもらいたいね。我々的にも励みになるしさ。ほい、それじゃこっからは少数意見として、その手のコメントをまとめて紹介していこうか。最初はざっくり 4G 独自要素として、ストーリーとかプレイフィールの面をまとめてます。やはりというか、シナリオや BGM については、しっかり評価されてましたね。トライあたりからモンハンはお話に力を入れ始めて、4はかなりドラマチックな演出も増えたよね。狩猟のユニークさを上げてる人もいた。本編も DLC もイベント色豊かだもんね。この時代はまだコラボとかも多かったですしね。いろんな遊びが楽しめましたよね。あとはプレイフィールの面ですね。アクションの手応えに惹かれてる方が多いようでした。ヒットストップの感覚とか作品によるもんね。トライ系、4系、クロス系とかで全部違ってくる。4系はだいぶ切った感触が強めだと思う。大技を当てた時の爽快感すごいよね。いい意味で重たくなってますよね。我々も4の使用好みです。その他、体力の低さに触れたコメントもありました。これについては完全に同意です。4G の高難度の作りって効果力低耐久なのよね。4ともまた違った調整になってる。極限とか最初は絶望する難易度だけど、しっかり攻撃できれば意外に早く終わんだよな。これは当時、クロスをプレイした時にも感じましたね。獰猛化はとにかく体力が多すぎてだれてたので、慣れるほどにどんどんタイムが縮んでいくので、突き詰める遊びは楽しみが大きいと思います。この辺はある程度長くプレイしないと出てこないな。激戦のハンターならではの感想だろうね。で、次は自分で言うのもって感じだけど、我々の影響って書いてくれた人がそれなりにいたよ。これを 4G の魅力として挙げるのはおこがましいですが、当チャンネルきっかけで始めた方がちらほらおりまして、それ以外にも 4G 熱が再燃した方や、当チャンネルを見て初めてギルクエに手を出した方もいました。なんか 4G って見てても面白い不思議な作品なんだよな。やっぱこれも難易度とかガチャ要素のおかげなのかな。昔は途中で断念しちゃったけどって人も多くてね。4G 深部の魅力まで伝わってるようで非常に嬉しい。冒頭にも言いましたが、3もピも激しい作品で、挫折ポイントめちゃくちゃありますからね。そもそも未だにプレイしてる人間が珍しいですが、少なからず影響を与えられているようで何よりです。いろいろと複雑な仕様も多いからね。初心者には解説がありがたいって意見もあった。初心者からベテランまで届いてるのは嬉しいよね。どうしても専門的な内容になりがちだしな。ネックはやっぱりこれから始めるのが難しい点。3DS が本格的に入手困難になってしまいました。これはもう何らかの移植を望むほかありません。できるのは祈ることのみですね。SD カードの寿命もあるしな。みんなで大切に扱っていこうぜ。で、最後も魅力とはちょっと違うんだけど、せっかくなんでマイナスな意見も紹介しておこう。と言っても直接的な不満は少なめです。50% 以上が現役勢なんで当たり前ですが。どちらかといえば環境面の要望が多いですね。マルチと DLC なしがやはり最大のネック。これは我々も全く同じ意見だね。チャンネルを運営する上でもできること全然違うしな。せっかくおもろいのに進めづらいってのが厳しすぎる。新規で始めた人にはかなりきつい環境のはずだ。なんか 4G って特殊な作品になっちゃいましたね。
最近は加速度的に遊びづらくなってます。当チャンネルでもすれ違い企画などは実施しましたが、こういう地道なところでしかフォローができません。遊び続けるハードル自体が高くなってるからな。1ユーザーにはどうしようもない。つまり早いとこ移植なりリマスターを。で、全部ここに帰結すんだよね。マジでそれしかないってのが困りものです。熱が冷めるのを待つだけなのはあまりにもったいない。以上、視聴者に聞いた 4G の魅力でした。なんだか満たされる企画だった。ギルクエやエンドコンテンツは予想できるとこでしたが、それ以外のポイントも多くいただけましたね。450件の回答にそれぞれのストーリーがあり、コメント読んでるだけでめちゃくちゃ楽しめましたね。4G ならではの良さみたいなものを共有できた気がする。みんななんとなく言いたいことは一緒みたいだね。我々のチャンネルがこの熱量の集う場所の一つになってること、なんだか誇りに感じられたよ。自由回答では純粋なチャンネルへのコメントも多くて、これは本当に他では得難い経験ですよね。少なくとも100件以上は応援とか感謝をもらってて、日常生活でこんな機会ないもんな。みんな好きなシリーズとか視聴シーンとか上げてくれてて、これも多様性あっておもろかったな。ぜひこれからもお好きなように見ていただければと、4G コミュニティはまだまだ現役です。我々としてはとりあえず投稿頑張って、たまのオフ企画などで貢献できればいいですね。難しいことも多いけど、頑張ろうって気になるよね。視聴者あっての投稿者だもんな。だからこそ環境面で限界来てるのが本当にまずい。正直極限とか難易度とか些細なことなんだよな。DLC はいいとして、ハードの問題が重いです。ここ1年で 3DS の入手性がとにかく悪化しています。せっかく興味持っていただいても入りにくくて、それがなんとも歯がゆい。まさにモンハンの限界集落や、どんだけ不名誉な呼び方だよ。なんでもいいからこの点だけ改善してほしい。内容と最悪オンラインが解決しなくてもいいからさ。これ、我々のような原住民も他人事じゃないですからね。手元のが壊れちゃったらおしまいです。直近、モンハン関連のイベントなどは予定ありませんが、本当の限界が来る前に解決されるといいですね。参加企画だけなら他のタイトルでできるけど、せっかくだから 4G でやってみたいよね。祈るだけならタダだからみんなでお願いしよう。チャンネル続けられますように。とりあえず、動画としてはここで締めますね。改めてたくさんのご回答ありがとうございました。無理しない程度に続けていきますので、今後とも阿蘇チャンネルをよろしくお願いします。ほいじゃ、次の動画で。またね。